星が示す宿命を人々が知ることはない。モンドに足を止めた占星術師モナ。彼女は水面に映る星から運命を覗く。だがモナにとって万象の断りよりも生活が彼女を苦しめている。人間とは昔からこうだ。真理に焦がれるほど幸福から遠ざかる。これが運命。私はとうに知っていましたよ。モナはその名声にふさわしい実力者だ。水元素で箒を操る彼女は自在に戦場をコントロールできる。モナは物事の原理を研究してきた。無論武器にも詳しい。武器の材料に無駄が多いことを知る彼女がいれば、武器突破素材を合成するとき、確率で材料が変換される。モナは最大4段の攻撃で水ダメージを与える。攻撃ボタン長押しでスタミナを消費し、短い詠唱後、水範囲ダメージを与える。モナは水しぶきで運命の巨栄を作り出す。巨栄は敵を挑発し、水ダメージを与える。継続時間が終わると破裂し、水範囲ダメージを与える。元素スキルを長押しすると、水流の勢いで後退し、巨栄を作り出す。水中玄岩の用途は様々だ。巨栄で敵を挑発し、湿潤状態を与え、攻撃の木を作ったり、危機的状況から脱したりもできる。ダッシュするとき、モナは流水に身を隠し、素早く移動する。虚実流動終了後は、周囲に湿潤状態を付与する。さらに、虚実流動で水面を移動することも可能だ。添付を解放後、敵がいる状態で虚実流動を一定時間発動すると、虚栄が生成される。運命よ、ここにいでよ。モナがさざ波を集め、範囲内の敵に湿潤と放映状態を付与する。弱い敵は放映に縛られ動けなくなり、攻撃をすると放映が解除される代わりに水ダメージを与える。放映が消えた敵は静位状態となり、火ダメージがアップする。目まぐるしく変化する戦場の中、モナの力は侮れない。この占星術師がいればチームの能力を最大限まで引き出せるだろう。戦いが始まったらまず虚栄を呼び出し敵を挑発する。その後キャラを切り替え敵に攻撃を加える。各キャラのスキルを組み合わせながら敵を抑え込み、安全な場を作り出すといい。気を見計らい元素爆発スキルを放ち、放映の敵に攻撃を加え静位状態にする。こうすることで力のそがれた敵を殲滅できるだろう。モナの占星術は確かに唯一無二のものだ。誰もが彼女の実力を認めざるを得ない。モンドにおいてモナほど才能と探求心を兼ねた者はそういないだろう。だが若き求道者よ、世の断りと秘密を知るには己の全てを捧げるほかない。占星術師のモナにその覚悟はあるのだろうか。